それでは次に文字列の結合について見ていきましょう。まず、コードを追加します。で、例えばですね、ここでプリントとしてやって、夏っていう文字を表示するときに、今1文字だけですけども、これに文字列を追加するといった場合ですね、休みと、こういうふうに文字列を追加する場合には、プラスマークを使って結合することができます。で、これを実行してみます。そうすると、夏休みというような形で文字列を追加することができます。次に、文字列の代入結合ですね。これをやってみましょう。ここで、例えば、A という変数に、ヘロっていうふうに入れておいて、B という変数にワールドっていうのを入れますね。そして、プリントとして先ほどと同じように結合してやってみましょう。A プラス B。こういうふうに、してもですね、こう結合されてますよね。で、ここで、今、空白なくつながっているんで、ここを一つ空白を入れてやって、こうやれば、ここに空白が入った形で結合することができます。そしたら次に、文字列の繰り返しをやってみましょう。例えばここで、C というものにHey っていうような形で文字列を入れます。そして B というのに C を入れるとしますね。で、ここでプリント、B として実行すると、ここに1回だけ、Hey という文字が出ますけども、ここで、C かける5としますね。そしてこれを実行してみます。そうすると、Hey という文字が5回ほど繰り返して表示するというような、こういうようなやり方もできます。